こんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。今日は前回さばいたスズキの刺身と煮付けを作っていきたいと思います。このチャンネルは普段お客様には見せない厨房の仕込み風景を週1回放送してますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。はい、というわけで冒頭の挨拶、今回も一発撮りができて喜んでるピエールです。すごい難しいんですよね。絵がくるくるってなるじゃないですか。あれまでの間に喋らなきゃいけない文章を決めてるんですよ。それがね、ちょっとでも噛むと失敗するので、今回はスムーズにいけてよかったです。関係ない話はこれぐらいにしまして、さあではさばいていきましょう。まずは腹の骨、通称ガンバラですね。これを取り除いて、それから中骨を取って柵取りしていきます。今回はね、ガンバラ取り結構うまくできたので、ぜひ包丁さばきを見てもらいたいです。いつもはね、下手くそで穴開けちゃったりとかするんですよね。もうお見せできないぐらいになってしまうんですけど、今回はね、なんだか気合入ってたのか、すごく綺麗にできましたね。僕がガンバラ取りの時に気をつけてることは、なんかの動画でも話したかもしれないんですけど、ノコギリみたいにギコギコ引かないようにしてるんですよね。これは何もガンバラ取りに限らず、刺身を引く時にも共通してる話なんですけれども、あんまりギコギコやっちゃうと、刺身の繊維が壊れて、ぐにゃっとした食感になって、まあ美味しくないんですよ。なのでね、本当細かいことなんですけど、包丁は刃先から刃元まで大きく使うようなイメージで、ギコギコせず一定方向に動かしてください。とか偉そうなことを言っていて、僕がギコギコしてることがあったらコメント欄で容赦なく怒ってくださいね。あとスズキの身の特徴の一つなんですけれども、今手で身を裂いたの分かりますか？スズキの身にはですね、背の部分に筋が1本深く切り込まれてるんですよね。なんかこう包丁を入れたかのように手で簡単にベリベリって剥がせるので、剥がしちゃってください。今回はそぎ作りっていう切り方をしています。皮目を下にしてやる方もいますし、僕みたいに皮目を上にしてやる方もいます。どちらでもいいです。綺麗ならば。で、今回はですね、粗いにしますので、身は少し厚めにしています。若干ですけれどもね。で、そもそも粗いって何ぞやって話ですよね。簡単に言うとですね、この粗いというやり方は、癖のある魚を食べやすくする調理法です。氷水で洗うことによって余分な油や臭みが取れるという効果、さらにですね、身が引き締まってより美味しく食べられるという効果がある調理法になります。この暑い時期にぴったりの調理法ですよね。粗いは刺身同様、カルパッチョにするときもおすすめですよ。これにて仕込み完了です。刺身の盛り付けをする前に煮付けを作っちゃいましょう。煮付けは一見難しく感じるかもしれませんが、極端な話、ほったらかしてでも出来上がってしまう料理なので、やり方さえ覚えてしまえばとても楽ちんですよ。まずは熱湯にアラをくぐして冷水にさらします。熱湯にくぐすことによって鱗が立ちますので、そうしましたら冷水に浸し冷ましてから、お尻の方から頭にかけて手でなぞるとですね、簡単に鱗が取れますので、取り忘れのないようにきれいにしてください。ここの作業をおろそかにして鱗がついた状態で煮物を仕上げてしまうと、非常に不細工な料理になってしまいますので、ここは本当に注意が必要です。あとですね、鱗を取ると同時に血合いや汚れなどが残っている可能性がありますので、そういったものも気をつけて取るようにしましょう。これも残ったまま調理をすると生臭い煮物になってしまいますので、これも注意が必要です。はい、では煮付けの手順を簡単にご紹介します。
鱗を取ったきれいな魚、これを鍋に入れ水を張り、そして臭み取りのために料理酒を一回し、ネギの青い部分、それから生姜の皮を少々入れます。そして沸きましたらアクを取ってから砂糖、醤油を入れ味を調整して、最後にみりんを回して出来上がりです。さあ、では最後刺身を盛り付けましょう。盛り付け方はもう自由でいいです。そう、刺身に限らず料理の盛り付けは一つの作品ですから、ご自宅で盛り付けるときは自由にやっちゃいましょう。ルールとかあるんでしょうけど、結局綺麗だったら OK です。で、今回はですね、わさび醤油でお出しするものを一つ、それからカルパッチョ風にドレッシングをかけたバージョンを一つ盛り付けてみました。よかったら参考にしてください。はい、というわけで本日の仕込みは以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。今後はね、魚をさばく動画だけではなく他の料理もやっていこうかなと思ってますので、ぜひまたご視聴ください。それでは次回またお会いしましょう。おっす。